はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末までの流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。前回ね、4月5月6月と3ヶ月分の流れを解説したので、こんな流れになっていくんだなって分かった上で、今この4月はどうなのかっていうふうに今に集中することで非常に現実を作っていきやすくなりますので、ちょっと4月に集中して見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。4月です。4月9日からです。ワンドのキングと節制とカップ2とワンドページ逆、そしてワールド、ソードエース逆、そしてソードの3逆。気をつけることや対策はキング、ソードキング逆とタワーとオラクルはストレングスの逆です。いいですね。特に4月の9日以降っていうのはもうとにかく人間関係が強調されているっていう時期なので、良くも悪くもですけどね。なので例えば今全然人間関係ありませんとかよくありませんっていう方は、それこそその問題やトラブルを通して自分がどういった癖に気づくのかとか、そういったトラブルも超えていける関係性を作っていける自分になっていってるところっていうことなんですけど、一般的に言うとおそらくいろんな人との関係が濃い時だろうなと思うんですね。何かと人と関わる機会が多い。そしてカードで見ても非常に自分の強みっていうものをちゃんと表に出して人と関わっていくことができるよっていうふうに言われています。この強みはいいですよね。これはなんかなんていうのかな、その闇雲に感じる自信じゃなくて、ここまで本当にやってきたんだっていうね、いろんな酸いも甘いも経験してきましたとか、いろんな山あり谷ありだったけど今私はここにいますっていう、その自分の感覚がやっぱり人間味あふれる感覚だったりとか、責任感ある感覚だったりとか、人に対して誠実にあろうと思ったりとか、なんかそういう自分のね経験から来る強さっていうものをしっかりと今確認して、それで人に向き合っていってますねって感じがあるので、非常にいいです。そしてもしかしたら少し自分より目上の方とかすごいなって思う人たちと接する機会が多いのかもしれないですね。この4月は十分やっていけますよ。全然対等にやっていけます。そしてどちらかというと今いる場所からちょっと遠くに行くとか、まだまだ先の話と思っていたものや人状況と架け橋がつながるよっていう時なので、実際に移動したり、そこから話が発展したり、そういういい交渉とかつながりっていうものもあるだろうなと思います。で、ご自身は非常に慎重に謙虚にきちんとやっていこうっていう形で言ってるんですが、とってもいい効果が現れてますね。ここでやっぱりワールドっていうのがバーンと出てくるってことは、本当に嬉しいとかやったみたいな、頑張ってきてよかったみたいなね、過去の自分が癒される瞬間っていうのがあると思うんですね。で、おそらくこれが人を通して、もしくは人と関わって何か状況というものがなんか世界が自分の味方だみたいな感じを感じるかもしれません。すごくこれは大事なことです。自分が世界の中心にいるっていう感覚とか、世界はこんなに優しい、関わっている人たちはこんなに優しい、こんなに自分を認めてくれてるみたいな感覚ってすごく大事なので、なんかそれをね感じられる4月なのかなと思いました。すごく良かったです。で、ここに至るまでの関係性もいいですしね、人との関係性すごく盛り上がってる気がします。で、ただすごくいい状況なんですけど、まだ星の流れではねちょっと気を抜けないというか、彗星も25日までは逆行してますし、ちょっと言葉には注意とかね、念には念をとか、ちゃんと余裕を持ってっていうのはしてほしいんですけども、すごくいい関係だからこそもう一歩踏み込んでみようかなっていう形で自分から何かを要求していくっていうことがありそうです。で、本当に今この4月っていうのは自分のね立ち位置とか置かれてる環境とか、これまでやってきたことの恩恵とか徳っていうものがすごく返ってくるよっていう時なので、なんか幸せなことを感じてるんだろうなって思いますよ。
今のこの今いる自分っていうのが幸せなんだっていう、いろいろあったけど今が幸せなんだってことを感じそうで、だからこそここからもうちょっと挑戦していこうか、何かもう少し難しいかもしれない、厳しいかもしれないけど言ってみようかなみたいな感じでちょっと挑戦していく感じがあり、でそれには多少なんかお金がかかったりとか、相手の状況も見なきゃいけないっていうような形で少しご利用しするというよりは様子を見ながら言っていく、そして今すぐではなく将来へつなげていくみたいな流れがありそうですね。ですぐにその話が決まらないからといって全然その自分を卑下する必要も持ち込む必要もなく、この案を温めておいてくださいっていう感じがします。温めておく、時が来れば満ちますからみたいな感じで、とにかく今はこの4月はこの関係性や今あるその関係性の中で広がっている環境を満喫してくださいっていう感じがありますね。でもちろんそこから新しく生まれたものに関しては何か意見を言っていったりアプローチしたりは全然いいんですけれども、あくまでも未来へのなんか貯金みたいな感じで今すぐっていう感じではないので、温めておくっていう感覚でいてください。そして注意することとして言うと、そうですね、予定はねまだねちょっと突然変更になることもあるかもしれないんですね。一般的な話として社交辞令でね、人が集まっている時に社交辞令でいいですね、そういうのもいいですねとかってなんかまるで契約が結ばれたかのような話が進展していたけど、それはなんか途中で話が変わりましたみたいにコロッと変わるっていうこともあるかもしれないので、あくまでもこの4月に見えてきた可能性っていうのは可能性として温めておくっていう形で、それをあまりにも急いで何かをしなければいけないとか、じゃあそうするためには今のものを何か壊さなければいけないっていうふうには思わないでくださいね。あくまでも可能性を広げていってるみたいな感じ。そしてもう一つそのことに躍起になったりもっと早く進もうとしたりっていうふうにする必要もなく、なんていうかな、その話が出たのはおそらくこの豊かな状況の中だから出てきた話っていうことなので、あくまでもずっと豊かな感覚の中にいてほしいんですね。その感覚がある以上いろんな案が出てくるっていう感じがあるので、話が2点3点したりとかしたとしてもそれは想定ないとして、じゃあ自分が心地いい状態ってどういう状態なのかなって思った上でまた案を出していくっていう風にしてください。オラクルがねやはりストレングスというすごく素晴らしい愛の力っていうカードがあって、これは本当に自分自身が愛だと気づいたらそこからいくらでも力は湧いてくるっていう感じがあり、ただそれがまだね私から見ると逆位置なんですね。なのでそこまでものすごい愛の力で何かを生み出しているというよりは、少しその自分の愛の力をコントロールしなければいけないっていう感じがあります。相手の状況や今の立場を考えてうまくコントロールしながら出してくださいねっていう感じで言われてますね。でもいいことですよね、とっても愛情を出したいんだって思うこと自体が豊かじゃないですか。欲しいんだっていうよりもね、出したいんだっていうのって豊かですよね。なんかそんな感覚があります。でもやっぱりその前にね、4月9日以降やっぱり中旬あたりに特に20日までの間だと思うんですけど、とっても豊かな状況があるので、その状況を満喫してください。でその状況の中で出てきた思いっていうものを温めていく、そしてうまくコントロールしながら、暴走しないようにコントロールしながら誰かへその愛を流していくっていう風にしていただいたら全てがうまくいくっていう感じがしました。そしてちょっと最後にね、もうちょっとオラクルカードを引かせてください。これをね皆さんの仕事とか人間関係に絡めて解釈してくださいね。それかな。シャーマニックヒーラーというカードが出ました。これいかがでしょうか。このカードを見て何か感じることがあれば、それも皆さんへのメッセージだと思うので、ご自身でキャッチしてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのかよかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。これはね、本当にやっぱり自分自身を浄化して、きれいに浄化して、そして何か必要なものに同調していくみたいな感じも書いてあるので、
それに対してサポートしてくれてるよっていう、シャーマニックヒーラーがついてくれてるよっていうことなので、まずその自分自身を浄化するっていうこともそうですし、それはリラックスするもそうだしね、その上で新しいものに同調していく力があるんだなって感じがします。何かを注ぐっていうことだと思うんですよね。そんな感じかな。強いですよね。強くいい感じがしますが、あんまりご利用しはせずにね、温めておいてください。はい、ということで今回ここまでにしておきます。もし何かしら分かりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。次回また4月の末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。